ミルトンチャンネルです。今日は昨年12月後半から続けてきた冬の北海道車中泊の旅を終えてガレージに戻ってきました。今回は約2ヶ月弱、ほぼ車の中に住んでる状態で車中泊をしてきましたが、私の 2WD のエブリィでも快適に車中泊の旅を続けるコツが分かってめっちゃ楽しかったです。冬の北海道での車中泊は過酷な日も多いです。とりあえず雪は止んだみたいなんで、スコップで少しずつ足場作りながら外に脱出します。一応ドア閉めたらこんな感じで、もう全然タイヤも埋まっちゃってるんですけど、はい、なんとかこんな感じで車の中から脱出できました。先日記録的降雪のあった帯広では無事除雪も終え、なんとか車も運転できる状態になりましたが、こういった雪かきも含めめちゃめちゃ大変でした。今回は約2ヶ月弱の車中泊の体験も含めて安全で快適に過ごすコツが見えてきましたので、本当に必要な装備や運転方法についてもこの動画で情報共有させていただきます。まず雪道での移動について、これはかなり余裕を持って移動する必要があります。特に大雪の降った後は通行止めも増えるので、あらかじめ余裕を持った運転プランが大切です。私の場合2日後に札幌で演奏の仕事をいただいてたので、少し早いですが札幌に向けて出発しました。私の車は 2WD で運転もうまくないので、雪道では不利な条件が重なっています。雪道運転では焦って良いことは一つもないので、移動時間は余裕がありすぎるくらいを見越して運転していました。こうすることで仮に通りたい道が通行止めになっても余裕を持って安全な道で迂回できます。はい、今帯広から札幌に向かってる途中なんですが、向かう途中のこの北海道日活峠という峠が雪で通行止めになってますので、この十勝清水インターチェンジから乗り換えて札幌に向かいたいと思います。やっぱり大雪の影響がすごいみたいですね。大雪が降って2日経ってるんですが、まだ通行止めが続いています。一応このように国道は除雪が効いてるんですが、引き続き安全運転で札幌に向かいたいと思います。私の車は遅いので、こんな感じで後続車にたくさん抜いてもらっています。今この道は除雪が効いてますが、無理をしないのが一番です。事故で通行止めになってますね。一旦ここで出ます。はい、今車内の気温は25度。この車の下に仕込んでいる FF ヒーター、やっぱりめちゃくちゃ使いやすいですね。私は北海道にいる間ずっと車中泊をしているので、車の中で全て動画編集を行ってアップロードまでやっているんですが、この窓につけるタイプの FF ヒーターだとどうしてもここに大きな物体が来てしまうので、こういった動画編集もやりづらくなってしまうんですけれども、この FF ヒーターは床下に仕込んであるので、そういった意味では動画編集も圧迫感なくできるので集中して作業することができます。で、今回は北海道の車中泊の旅に約2ヶ月近くずっと北海道に滞在してるんですけども、
その中でも昨年始めたこのスノーボードを上手くなりたいっていうのがあるので、今日はこれから安平山スキー場というちょっと格安で面白いスキー場を見つけたので、そこでスノボの練習をしたいと思います。千歳市内はこんな感じで道路に雪がほとんどありません。めちゃくちゃ運転しやすいです。これワークマンで買ったカッパなんですが、スノボにも使えるんで結構重宝しています。先日の帯広の大雪の時にスノーブーツを履いて、このファスナーテープでスノーブーツの上からきつく閉じることができたので、深い雪の中にもこのまま突っ込んでいくことができました。このカッパ、このように足の部分がフレアな状態になるので、どんなスノーブーツにも合わせることができると思います。万一大雪の日にあっても足元が濡れずに雪かきできます。このスノボ用のブーツにもこのパンツのフレアがぴったりフィットするんで、そういった意味でも使いやすいです。確か1つ1900円ぐらいだったと思うので、もし北海道の車中泊を長期でやられる方はこのワークマンのパンツ結構おすすめです。ほぼ貸し切り状態みたいな感じですね。安平山スキー場、結構傾斜度は緩いかもしれないです。ただ私は初心者なんでちょうどいいですね。上の方はまあまあの傾斜度ですね。スノボ楽しかったです。いやー、よく滑った。4時間ぐらい滑ってました。今回来たこの安平山スキー場なんですけども、なんと1日のリフト券1700円に大人の入浴券もついてくるので、お風呂はこのぬくもりの湯というところに行きたいと思います。リフト券とお風呂がついて1700円ってめちゃくちゃお得ですよね。追分駅、安平町ぬくもりの湯。お風呂めっちゃ良かったです。で、今日はこの後すすきので演奏の仕事をいただいているので、もう衣装に着替えちゃいました。もう実は外が薄暗くなり始めてるんですけど、ここから車で1時間ぐらい札幌まで時間かかるんで、そろそろ出ます。このお風呂いいですね。フリー Wi-Fi もあって、休憩室もあって、軽食コーナーもあるんで、これから演奏なんでもう行かなきゃなんですけど、今度ゆっくりまた来たいと思います。寒っ、めっちゃ寒い。ヒーターつけたんで、これであったかくして寝れます。
日も疲れてまた衣装のままで寝ちゃいました。結構雪がまあまあしますね。砂川オアシスパーク。今日釣るのはワカサギです。こんな感じの魚です。これ全部ワカサギ釣りの方ですね。湖の氷に穴を開けて、その上にテントを張って釣りされてるみたいです。おお、すごい。おるの。おお、危ねえ。いや、これはね、落ちないよ。じゃあ、魚探作りますか。探です。魚群探す。すごい。5.6 メートル深さ。どう？オッケーです。ストップです。はい。あ、なんかちょっと手伝ってください。でも運べないあればもう。映えますよね。釣れた。すごい。いただきます。ご飯美味しそう。全然美味しない。ご飯なし。あ、テントにちょっと巻いてみますか。すごい、ホタテが美味しい。すごい。うん、すごい美味しい。あ、お、それ自然になるわ。自然になるね。オッケー。あ、乗ってる乗ってる。来た。そうね、ちょっと。やった。分かってきただんだんと。ありがとうございます。いやでも大丈夫だと思うよ。一回やりましょう。最初の頃パークラグより前。パークラグ1個の前のグレートスケート機関車のやつ。機関車のやうまそう。はいよ。いただきまはい、す。次よ。あ、うまっ。めっちゃ温まる。餅とかやりたいか。あ、もう造成メガネだ。楽器も積んだので東京に戻ります。こういったところ塩化カルシウムがいっぱいついていて錆の原因になるので早めに高圧洗浄機で落とします。
北海道に行く前にはこういった天サビはなかったんですけど、天サビが浮いてきましたね。こういったところも天サビがちょっと浮いてきてますね。覚悟はしていたんですけど、融雪剤の塩化カルシウムって結構強烈なんで天サビが出てきちゃったりします。なので雪国から帰ったら必ずこういった形で塩化カルシウムを落とす必要がありますね。このフロントの部分もちっちゃいんですけど、こういった形で天サビが浮いてきました。ちょっと残念ですね。しょうがない。あとこれは水性塗料の宿命なんですけど、ガソリンをこぼしてしまうとこういった形でガソリンのシミができてしまいます。これも高圧洗浄機では落ちないので、こういったガソリンのシミは上からもう一度塗装することで綺麗になるといえばなるので、私はそういった方法で補修をしようと思います。で、最後にこの FF ヒーターの灯油の給油法なんですけれども、私が行ったセルフのガソリンスタンドではこちらの FF ヒーター一度車外に出して給油すれば問題ないとガソリンスタンドのスタッフの方にも言われたので、これまで全く問題なく給油できていたんですが、この方法、給油する自治体のガソリンスタンドによって給油を断られるケースもあるようで、実際の法律がどうなってるか霞が関の消防庁に電話して正確な返答をいただきました。それによると、給油する自治体の消防によっては FF ヒーターに直接給油をすることが禁止されている消防もあるようですので、このように車外に出して給油する方法ではなくて、いわゆる灯油のポリタンクに一度灯油を給油してから、その後車の中でこのポリタンクからこちらの FF ヒーターに給油する方が、ガソリンスタンドによって給油を断られるケースがなくなるので無難ですよというような回答を得ました。今回の2ヶ月の北海道の車中泊の旅では、この FF ヒーターを車の外に出して給油すれば問題ないというふうにスタッフの方から伺ったので、以前の動画では直接給油していたんですけれども、給油するガソリンスタンドや自治体によっては直接給油する方法が断られる可能性もあるので、一旦このようなポリタンクに給油してからこちらの FF ヒーターに灯油を入れることをお勧めします。一旦ポリタンクに移して給油する分には断られる可能性もないですし、車の中でこちらのポリタンクからこの FF ヒーターに灯油を移し替えることは消防庁としても問題ありませんというふうな回答をいただきました。なのでこのように灯油ポリエチレン管の推奨のマークの入ったポリタンクで給油されることをお勧めします。そして今回2ヶ月このエブリーに住んでいるような状態で車中泊を続けてきたんですけれども、その中でも FF ヒーターや羽毛布団、そしてこのようなセルタンのマットレスは私のチャンネルで何度もご紹介させてもらっているので、この説明は割愛します。この他に冬の北海道で必ず持参した方がいいものはこちらです。まず一つ目はこのダイソーで購入した500円の雪スコップ。これは北海道のダイソーならどこにでも売っているので、万が一忘れてしまっても現地調達が可能なんですが、こちらがないと車のフロントガラスや屋根の上に積もった雪がかき出せなかったり、またこのタイヤ周りの下に雪が積もってしまった場合もかき出すことができません。で、このダイソーの雪スコップはこのようにプラスチック製なのでめちゃくちゃ軽くて、このように短い状態が約76センチ、そしてこれを伸ばしてあげるとこのように全長 96.5 センチまで伸びるので、車の下に埋もった雪もこのように楽々手が届くので、ほぼ毎日便利に使えていました。次にこちらも現地でダイソーで購入したものですが、結露ワイパーですね。私のようにほぼ毎日車中泊をしていると、私の出す息や車内で調理した水蒸気が窓に結露してしまいます。その度にタオルでこういった窓を拭くのは乾かす手間もありますし、かなりめんどくさいです。そこでこのように結露を取った水滴が全てこの下の部分に溜まってくれるので、ほぼ毎日のように使っていました。ただこの欠点としては、この結露ワイパーのこの部分が直線のためにこのようなフロントガラスは曲面になっているので、このワイパーがうまく
フィットしてくれず、短い範囲しか結露が取れなかったのが欠点ではあるんですけれども、それでもそれなりに毎日結露は取れていましたので、これは冬の北海道を車中泊するには必須アイテムだなと感じています。次にこの手袋ですね。これは何の手袋でもいいんですけれども、氷点下の中このような雪スコップで除雪をするとめちゃくちゃ手が冷たくなるので、こういった手袋は一つあった方がいいと思います。次にこちらもダイソーで購入したプラスチックハンマーなんですけれども、これは冬の北海道では必ず必要になるものだと思います。これはこのようなタイヤハウスのこういった部分ですとか、タイヤのこの上の部分なんかに雪や氷がこびりついてしまいます。その雪をこのプラスチックハンマーを使ってこのように叩いて落としていかないと、とてもじゃないですけど手ですとか足で蹴って雪や氷は取り除けないので、これも冬の北海道を車中泊する上では必須アイテムになるものだと思いました。こちらも北海道のダイソーでどこでも売っていますので、現地調達は可能だとは思いますが、もし冬の北海道に車中泊に行かれる方は下準備をして行かれることをお勧めします。最後に約2ヶ月間 2WD のエブリーで冬の北海道を運転しましたが、北海道での運転についてお伝えします。冬の北海道では 4WD の車を運転されることが多く、 2WD の車は数少ないです。私の車は FR と呼ばれる後輪駆動車で、雪道にはかなり弱い車なので、いつも細心の注意を払って運転していました。私個人的には雪国での運転は四輪駆動の車の方がおすすめですが、 2WD でも無理をしなければ雪国で安全に運転することができます。ここで私が北海道の方々に教えてもらった雪道運転の注意点をいくつかお伝えします。まず1つ目、なるべく国道や道道の大きな道を使い、除雪されていない道は使わないようにしていました。これは映像のような除雪の甘い道を使うと 2WD の車は雪道にはまって進めなくなり、最悪の場合スタックして動けなくなります。このような事態を避けるため、路面状況の悪い道は極力使わず、遠回りになっても走りやすい道を走行していました。特に雪の降った直後は Google マップの細い道は使わず、スタックの可能性の低い大きな道を選んで走りました。このおかげで北海道滞在中一度もスタックすることなく運転することができました。また発進時にはゆっくりアクセルを踏み込み、急ブレーキや急ハンドルを避け、下り坂では特に気をつけてスピードを出さないように運転していました。また路面凍結しているような道路は赤い矢印の白い雪の部分をタイヤ1つ分踏んで運転すると滑りづらいと教わっていたので、運転中に滑らないようにかなり注意して運転していました。今回の旅では幸いなことに無事故無違反で旅を終えることができましたが、この他にも雪道運転のコツや注意点がたくさんあると思いますので、雪道運転に詳しい方はぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。